日ぐらい徹夜して読みました。めちゃくちゃ面白かった。Take me away from here, but not too near. Call me, tryna pick up the phone right away. Guess I'm falling again. こんにちは。今日は本棚を紹介しようと思います。ルームツアーでちょっと紹介したんですけど、今日は本棚に集中して中にどんな漫画が収められているのかとか、好きな小説とか、あとディスプレイのこういった絵とか細々したものを紹介できればなと思います。でインスタとかでたまに質問いただくんですけど、この本棚はベルメゾンで買いました。ベルメゾンで突っ張り本棚とかで検索すると似たような商品がいっぱい出てくるので見てみてください。上が突っ張り棒タイプになっていて、引っ越してきてから震度4とか5とか結構あったんですけど、それでも本棚が倒れてくることはなくて、結構しっかりした作りになってるのかなと思います。ちょっと私今回の動画でいっぱい喋りすぎたなっていう自覚がございますが、お時間の許す限り見ていただければなと思います。じゃあレッツゴーです。よろしく頼むぞ。じゃあまず一番端っこの3つ目の本棚からいきます。ここの棚は中国のロシア語平戦記というアニメ映画のディスプレイの棚になっています。でこれは主人公の師匠の無限師匠のフィギュアを飾ってます。なんか中国でしか発売されてなくて、なおかつクラウドファンディングで実現したフィギュアだそうで、めちゃくちゃプレミアだなと思って見るたびにニヤニヤしてます。ここにあるのが映画のブルーレイで未開封です。でこの2つ飾っているアクスタは問診というアクスタで、中国の文化で新年に、家の門のところにこういう神様の像を飾っておくと、なんか蛇が入らない服が入ってくるみたいなものがあるそうで、それとロシア語平戦記がコラボした時の中国本国のグッズを、サイトで取り寄せました。パステルカラーが可愛いなと思います。ロシア語平戦記映画全部出来が良かったんですけど、なんか色彩というか自然の描き方とか色のトーンとかがおしゃれですごい見やすい映画だったなと思います。続編が作られるそうなので楽しみです。でこの3つの可愛い主人公のシャオヘイが猫の妖精になった姿なんですけど、これは友達がくれました。めっちゃ可愛い。で後ろに飾ってあるこれが公式同人画集っていう名前の画集だったと思います。映画のスタッフの人とかイラストレーターとか日本の漫画家さんとかが集まってイラスト集を出していたので購入しました。ずっしり重くて想定がかっちりしていて、ちょっとこの辺不安な想定だったりするんですけど、大事に読んでます。超綺麗なんだよ。チラ見せしようか。こういう漫画も載ってます。で画集結構重いので立てておくには不安だなっていう時にブックスタンドを買ったんですけど、ちょっと分厚すぎていいものがなくて、こういう重いキャンドルでこうやって押さえて倒壊を防いでます。事故りそうになるたびにちょっとずつ直してっていう感じです。で次この辺は直接的にはロシア語平戦記とは全然関係ないんですけど、このポストカード2枚は音嫁語りのポストカードです。音嫁語りは中央アジアを舞台にした漫画で、漫画自体は別のところにディスプレイしています。こういう森かおる先生の中央アジアの結婚をテーマにいろんなその文化とか生き様とかそういうのを紹介している漫画ですごく面白いです。恋愛もののストーリーとしても最高だし、当時の世界情勢も学べるしでめちゃくちゃおすすめの漫画です。
森かおるさんの、展示会個展に行った時にミュージアムショップで購入しました。でいろいろ貼ってあるポストカードはあれは美術館で買ったもので、こっちは、インターネットでネットプリントをしていたイラストレーターの人の二次創作の絵を飾ってます。ここの剥がれてるけど、ここの紙のポスターは Today's Special という雑貨屋さんで購入しました。壁に直接貼るときは剥がしやすい両面テープが売ってるので、それを使って貼ってます。これは中国の建造物の本で、結構面白かった。私世界史選択じゃないからこういうの新鮮で良かったです。あとこれは完全にジャケ買いしたアジア中東の装飾と文様という本なんですけど、すごい美しい本で、全部箔押しなのかな、なんか箔の使い方が超綺麗でオタク心がくすぐられる本になってます。でこれもそのシルクロード、砂漠を横切って中央アジアとか中東とか、あと東アジアまで解説してくれる本で、こういうの置いとくと雰囲気がぐっと増していいかなと思います。じゃあ次、その上行きます。上は結構ちょっとバラバラになってて揃ってない本も多いんですけど、鈴井さんのエッセイはやっぱいろいろ並べてるとね落ちちゃうよねよいしょ。鈴井さんのエッセイは多分女オタクの人とか BL が好きな人とかすごい共感できるんで面白いです。笑いたい時に読んでます。で指で隠してるのは昔こぼしたココアのシミが取れませんでこっちなんですけど、これは不思議遊戯という漫画で、正直私の世代じゃなくて一回り上の姉がいるんですけど、姉の世代の漫画で、お姉ちゃんの本棚からちっちゃい時にこそこそ取って読んで貸してもらってた少女漫画で、人生で結構初めてぐらいに読んだ少女漫画で、本当に面白くて、ファンタジーもので、今でいう異世界転生の走りというか、物語の世界とか巻物の世界に入ってしまった主人公が巫女となってうんぬんかんぬんドタバタみたいなお話です。バカすかキャラが死ぬので、強い心臓の人は読んでください。めちゃくちゃ面白いです。これは愛蔵版で、この数年新しいシリーズやってたんで、ちょっと絵柄が現代風になってるんですけど、こっちも面白かったです。今踏み台を使って上の棚から取ってきた本はじゃーん、これはルイ・ヴィトンが出してるトラベルブックという世界中の街や国を、それぞれ別の画家とかイラストレーターの方に描いてもらった画集になってます。私が持ってるのはプラハです。これは自分で買ったんじゃなくて人からいただいたんですけど、すごく綺麗でお気に入りです。こうやっていろんな国のラインナップがあって、こうプラハをイメージした街並みとか、実際の街の一角が柔らかい絵柄で描かれています。ちょっと結構手に入れてからしばらく経つんですけど、紐がビヨンビヨンになってしまってでもこれからも飾っていきたいと思います。本の並べ方なんですけど、私は本当に適当な性格をしていて、なんか同じ本1巻から最新巻まで同じところに並べるぐらいはできるんですけど、出版社ごとに並べたりとか、漫画か小説かで分けて並べたりっていうのが全くできないので、もう好きに並べるようにしてます。なんか背表紙がカラフルで結構統一感のない本棚にはなってるんですけど、逆にカラフルなものをいっぱい入れると統一感がないという統一感が生まれるので生まれてると信じて好きに並べてます。でこうやってちょっと隙間が空いたところにキャンドルを何個か置いて、置いとくだけで可愛いっていうのもあるし、漫画が倒れづらいっていう利点もあります。これはみんな大好き3月のライオンです。なんか読んでるとキラーワードがとても多くて、
心が救われるというか、これでいいのかなと思ってることがこれでいいんだなって思えるようになったりとか、人ってみんな一生懸命それぞれ悩みがあるよなっていう当たり前のことを教えてくれる漫画です。知ってる人も多いと思いますけど、孤独、天涯孤独というか、両親を亡くした天才棋士の主人公と、その親友の男の子が出てきたりとか、あとすごい優しい三姉妹が出てきたりとか、ここですね。ここのシーン、このみんなが揃うシーン、大体ほっこりしてて美味しいご飯が出てきて私は大好きです。で他にもいろいろ全部紹介してたらキリがないのでちょっと落ち着きながらやりますが、これはベストセラー作家にインタビューしたという本で、時々運よく自分の力以上のものが書けたりするヘミングウェイとかベストセラー作家ってみんな人間だったんだなみたいな発見があるので面白いです。なんか叫びたりの人だったりとか、晩年まで売れなくて大変なことになってる人だったりとか、印象に残ったものを付箋で貼ったりしています。なんですけど、これもともと会社の人が貸してくれて、私がちょっと中に飲み物をこぼしちゃって新しいものを買ってお返しして、こぼしたやつは自分のところにキープしてます。ちょっと食べ物を本にこぼしすぎなんで気をつけます。話題になった小説はなるべく買って読みたいなっていうことで買ってます。でこの辺の陰陽師とかは昔から好きなシリーズで、映画も野村萬斎さんが素晴らしいものをされてたんですけど、これはですね、実家に続刊が置いてあります。とりあえず1巻だけここに持ってきました。でついでにダメだ、全部紹介したくなる。これ良かった。これね、前半と後半で読んでて見える世界が全くガラッと変わるので、しかも結構薄い本だからすぐ読み終わるのでおすすめです。でなんか服部先生の文体って独特で、読めばわかると思うんですけど、独特なのに読みづらさがないっていう、一人称視点で始まっていって、その世界の全容が分かんないような書き方をされることもあるんですけど、それにも全部意味があってとても面白かったです。ミステリが好きとか、ちょっと西洋風のゴシックな物語が好きっていう人はぜひ読んでみてください。で下の段に行きます。私配給がとても大好きで、もうすぐ映画が始まるっていうことですごい楽しみにしてます。スポーツ漫画としての面白さ、なんか試合のドキドキとか、なんか因縁のライバルとどういう風に戦うのかとか、すごいいろいろ面白さがあるんですけど、なんか何よりいいなって思ってるのは、主人公陣営もそうだし敵陣営もそうだし、各校の選手たちの人生とか考え方をすごい深掘りして書く漫画で、これは主人公のうちの一人の影山くんなんですけど、彼が中学時代どういう風に悩んで、今はどういう課題があって、で最終的にどういう人間に選手に成長していくのかっていう乗り越え方を、根性論じゃなくて結構優しさというか、ただ頑張れじゃなくて、あなたの弱さも認めるし、でそこからもっとこういう風にしていったらチームみんなでいい結果が得られるんじゃないかっていうのをたくさん語ってくれてて、であと自分のやりたいこととか、なんか夢への一歩が踏み出せない時に読むとすっごいやる気が出るいい漫画です。何回救われたか分かりません。ちなみに私が一番好きなのはフクロウダニの回です。フクロウダニの明石くんがなんか僕とさんのことをどう思ってたとか、試合中緊張してたとか、ちょっとあんまり言うとね楽しみがなくなっちゃうんですが、魅力があふれる敵チームを描くし、魅力があふれる味方チームを描く、本当にいい漫画です。元気出したい人は読んだ方がいいと思います。買いましたこの本棚は大きい本がこうやって入らなくて調整ができるんだよね。組み立てる時に何個分ネジ穴を開けて組み立てるかっていうのが調整できるんで、これは上の方に結構大きい本が入る棚を作ったので、そこに普段収納してます。Beaches and
で真ん中の本棚の下123を紹介します。ここ全部今漫画が入ってます。私の適当な性格が突然何食べの一冊だけあったり、不思議遊戯の外伝があったりするんですけど、最近買い出してすごい良かったのは話題になってるメダリストという漫画です。これはフィギュアスケートの漫画で、この子が主人公でこの人が先生で、ダブル主人公みたいなもんなんですけど、2人でフィギュア界のトップを目指そう、オリンピックで金メダルを取ろうという漫画です。この先どうやって展開していくかわからないんですけど、結構ライバルキャラの子たちが魅力的だったり、小さい子供を主人公にしてるので、ちょっとその辺のメンタルの描き方とか難しいのかなと思うんですけど、それでもその勝ちたいとか、もっと綺麗に滑りたいとか、そういう純粋な気持ちがまっすぐ描かれていて、で大人たちは大人たちでいろいろ因縁がありそうなので、これからも楽しみにしています。でこちらは白戦車の名作の少女漫画で、フルーツバスケットという漫画です。異性に抱きつかれると干支の動物になってしまうという一族の皆さんと、普通のかなりタフだと私は思うんですけど、かなりタフな女子高生が交流していくっていうハートフルなお話だし、恋愛もちゃんとあって、やっぱ私はファンタジックな少女漫画が好きです。古場さ、知ってる人好きなキャラ教えてください。私はね、中学生の時はしぐれさんが一番好きで、大人になってからは羽鳥と初春が好きです。はいすごい分かりやすい好みだと思います。でも自分の中の中二心が暴れ出すと、このしぐれさんがやっぱかっこいいなって思いますもう最終巻まで読むとね、ちょっと彼もちょっといろいろありすぎて結構重い話なんですけど、少女漫画っていうこともあって、最終的にはみんな大体幸せになるんで安心して読めます。どれを紹介しようかすごい悩む。なんかクーロン・ジャネリック・ロマンスは絵がめっちゃ綺麗で、香港の街並みというか、もう今はなきクーロンの街並みをすごい味わえるいい漫画で、SF なのでミステリでもあるし SF でもあるし恋愛ものでもあるしっていうので、どれか一つでも好きな人がいたら読んでみるといいかなと思います。デザインがおしゃれ。もうこのアパートの描写からすごい細かい書き込みというか、香港の昔あったクーロン城塞の街並みが想像できて、いろいろ書き立てられるので読んでみてください。でこの棚に来たからにはそう紹介せずにはいられない漫画が、異国日記というシリーズで山下智子さんの作品で、最近じゃないな、何ヶ月か前に完結して、今映画化も決まっています。異国日記は、姪っ子とおばさんの関係なんですけど、この子が両親を事故で亡くして、で小説家をしている独身のおばさんのお家にお世話になるっていう漫画です。でなんだろうな、例えばあなたの母親になるとか、あなたの新しい、家族とかお姉さんになるっていう心持ちで引き取るんじゃなくて、確かに強い感情とか気持ちとか心配する気持ちとか大事にする気持ちはあるけど、でもそうじゃない愛情の形というか、恋愛ものとかではないんですけど、それぞれが自分の役割、ジェンダーロールもそうだし、その年齢に求められる役割とかで悩んだりすることもあるけど、それに当てはめるだけじゃ人生じゃないよねみたいな描き方をしてくれます。で当たり前のことをそうやって傷つけられるのは当たり前じゃないんじゃないとか、あなたはもうちょっと自分の本当にやりたいようにやってもいいんじゃないって背中を押してくれる漫画で、相互不理解、この2人は結構タイプが違う2人で、最初全然お互いを理解できないというかなんですけど、これは最終巻でも明るい一歩を踏み出す仕上がりになっていたので、私はとても好きな漫画です。読むたびに多分時事ネタとか、その今起きてる社会の問題とかをうまく取り入れていて、でそれを漫画に落とし込んで、
多分いろんな人のいろんな人生、読者の人生を救う漫画だなと思いました。優しい気持ちになりたい人は読んでみてください。まだまだ全部紹介したいんですけど、私の本棚にわざわざ紙で買って置いてある漫画っていうのは全部超好きな漫画なので電子で買うことが多くて、でも紙で買い直したりとか、これは絶対紙で持っといた方が自分のなんか日々の足しになるなっていう漫画ばっかりなんで、ちょっと紹介しきれないのが残念ですが、ここのね、結界戦線とトライガンの内藤先生コーナーとか、ダブルは本当に続編が楽しみの俳優の漫画だったりとか、岩本直先生はマロニエの今連載してる漫画も好きだけど、やっぱ街で噂の天狗の子っていうファンタジーの漫画が一番面白かったなって私は思います。全部紹介したい。そんな時間はない。あと喉が枯れる。よいしょ。これはブックエンド代わりに使ってる美女と野獣のカンカンですが、中に何が入ってるかというと肌をきれいにしてくれるビタミン C のね、ゼリーが入ってます。これめっちゃまずいんだけどおすすめ。ここに置いてあるのはストックで、普段はキッチンに置いてあるのを毎朝飲んでます。めっちゃおすすめ。めっちゃまずいけど今こっちに置いてるのもブックエンド代わりのカンカンです。これは今中何も入ってません。もともとお菓子の箱でした。さて、12国旗コーナーを紹介します。ここもブックエンドに、キャンドルを使ってます。すぐ倒れちゃうこれは TWG のお茶屋さんのキャンドルで、アールグレイの香りがする結構いい匂いでお気に入りです。でもっぱらブックエンドに使ってるので全然火は最近つけられてません。12国旗はもう連載開始から30周年以上経っている名作のファンタジー小説です。ここにキャラクターのアクリルスタンドを一個一個飾っていて、これは燕国の王とキリンです。12国旗がどういう話かというと、国が12個あって、でその国の王様と王様を選ぶキリンという人間ではない生き物がいて、この男の子もキリンなんです。で獣の形になることもできるし、人間にもなることができるしっていうキリンが神の意志を伝える役割を担っていて、この人がこの国の王だって思った人に頭を下げて、で2人を中心に政治を担っていくという話で、結構本当異世界の話で、こういう話、似た話今あると思うんですけど、12国旗で一番面白いなと思うのは、戦争が起こりえない世界線なんですね。内乱は起きるけど、国と国同士の戦争は起きるとなんていうか、王が天に罰されて物理的に死ぬので戦争が起きない世界線で政治を描くというか、その王とはこう、民とはこうっていうのをその戦争以外の手段で描いているのがかなり画期的で面白いなと思いました。で物語の実質的な一巻はこれで、映ってる赤い髪の女の子が日本の女子高生でなんか教室で急に金髪のイケメンが現れて、あなたが王様だみたいなことを言われて、はーってなっているうちに異世界に巻き込まれるという。っていうとちょっと愉快なライトノベルチックな話かなって思われると思うんですけど、かなりシビアな展開ですごい読んでて辛くなるというか、人の卑怯さとか汚さをまざまざと見せつけられるような辛い展開が続くんですけど、だからこそその物語の下地に流れてる小野風美先生の人生ってこういう風にしていかなきゃダメだよねとか、自分で、これはセリフの引用というかなんですけど、自分で自分のことを統治できない人は国を統治できるわけがないみたいな、結構当時の少年少女に自立を促すような小説だったんじゃないかなと勝手に思ってます。イラストの美しさも本当に魅力的で、扉絵とかに挿絵が何点か入っているんですけど、いろんな出版社が出しているので、各会社が出した今までの絵をまとめた画集が2冊出ています。
こうしてブックスタンドを買って飾っていました。ほんまに細かくて美しいです。12国旗読んでる人いたらどこの国が一番好きか教えてほしい。なんか好きなキャラとか、私はどこどこ国の民ですみたいな人がいたらぜひコメントしてください。さあ次は中段に行きます。この段はクランプ先生の漫画を集めたところで、全巻はないんですけど特にお気に入りの作品を並べてます。でこの絵は帝都美術館展で買ったすごいお気に入りの綺麗な絵なんですけど、ちょっと外すと翼クロニクル全巻が置いてあります。あとホリックはまだ紙で買ってなくて、いつか買ってコレクションに並べたいと思ってます。クランプ作品、皆さんは何が一番好きですか？私はですね、ダントツでカードキャプターさくらが好きで、もうこれも趣味が分かられまくると思うんですけど、東野お兄ちゃんが大好きです。これが東野さん。東野さんとゆきとさんのコンビが好きで、これいいよね。内蔵版は金の箔押しが美しいです。キラキラしてる。てかマジでゆきとさんの正体のところさ、めちゃくちゃびっくりしたんだけど、名作なんで読んでみてください。みんな明るくて優しくて、あといろんなあらゆる形の恋愛のスタイルというかを否定しないっていうのが多分クランプ先生のテーマにあるのかなって思うぐらい、バラエティ豊かなカップルが出てきて面白いです。本棚にね、いろいろごちゃごちゃ飾るのが好きで、これは魔法使いの約束というゲームのアイライナーが出た時についてきたカードを飾ってます。これはスノー、ホワイトです。でこれは森見先生の新刊で、新刊が出たのがすごい嬉しかったので読み終わったんですけど飾ってます。なんかね、意味わかんない設定なんだけど、やっぱりめちゃくちゃ面白かった。シャーロック・ホームズがいる京都なんだけど、本当にそう、京都を舞台にした、ビクトリア朝京都を舞台にした話で、嘘ついてないです。面白いです。ビクトリア朝京都ってなんやねんっていうね。これすごい面白かった。衝撃を受けました。松本清張賞でデビューされた先生、安倍先生がまだ大学生だった時の著作なんですけど、この感じで帝に入内する姫たちの話って聞くと、源氏物語的なものを想像するのが一般的かと思うんですが、かなり違っていて面白いです。政治サスペンスドタバタミステリーで、最後私はいい意味で全てに裏切られたなと思いました。面白いです。世界観もしっかり作り込まれていて、私はそう思ったので、ファンタジーが好きな人はおすすめです。ちなみに私は2巻目の姫たち視点じゃなくて、王子様みたいなポジションの人がいるんですけど、その嫁を選ぶサイドの視点の話の方が私は面白く感じました。両方ともめちゃくちゃ面白いので、2巻セットで A 面 B 面みたいな感じで読めるので、ぜひ読んでみてください。小説は見ての通り全巻揃ってたりすることが全然なくて、漫画の方が読むのが多いのであれなんですけど、でも気に入ったものはこうして並べて取っといてます。だからあんまり微妙だったなっていう本は取っといてはいるけど、一定期間を過ぎたらちょっとブックオフに出したりとか考えながらやってます。米沢ほのぶ先生は多分評価で、アニメ化もした評価が一番皆さん馴染みがあるのかなと思うんですけど、
この人のミステリーはこういう明るい部活ものというか学生が主人公のものも面白いし、これはボトルネックという非常に暗いというかちょっとうつうつとした内容なんですけど、私はボトルネックが一番肌に合っていて好きでした。でも全部好き、面白いです。たくさん本を出されてる人なので少しずつ買い集めて読みたいなと思ってます。ミステリの作家で一番好きなのは島田総司先生で、見たらいシリーズは全巻を置いてなくて好きな巻を置いています。で今貸したまま帰ってきてない本が結構あることに気づいて絶望してるんですけど面白いです。で上に飾ってあるのは、これは葛飾北斎美術館で買ってきた動くポストカードです。富岳36系のめっちゃ綺麗で、これはですねバレーボールが大好きなんですけど、男子バレーの主将の石川祐希選手が推しで、高橋藍選手と一緒にアンアンに出てた時のカレンダーの特典カードを飾ってます。で後ろには中村澄子先生のコーナーがあります。これも全部あるわけじゃないんですけど、特にお気に入りの漫画を置いてます。でこの辺は少女漫画で、この辺はもうここからはボーイズラブでっていう感じなんですけど、少女漫画の中にも女性同士の恋愛があったりとか、とにかく恋愛漫画を描かれる作家さんで、私はこの J のすべてという3巻で完結する漫画がすべての BL 漫画で一番好きです。でこの J のすべてなんですが、これは新装版で連載当時の絵柄よりだいぶ新しくなった絵柄で表紙が書き下ろされています。澄子先生の絵は唯一無二で、多分アナログで色を塗られているんですけど本当に美しいなと思います。でどういう話かっていうと、この主人公の男の子が J という名前なんですけど、この子が多分今でいうトランスジェンダーの男の子で、でも当時はそういう概念なくて、でどういう時代の話かっていうと、ゲイという言葉が生まれる直前、もしくは生まれ始めてるっていう時代のアメリカを舞台にしたマリリン・モンローが生きてる時代の漫画です。でこの J はマリリン・モンローに憧れて、でああいった人になりたいとか綺麗な人になりたいとか、ワンピースが着たいとかそういう風に育つんですけど、今も当時も少数派なのでいろんな辛いこととか、ひどい目にあったりもするんですが、入った寄宿舎学校で知り合う優等生の男の子がいて、で彼は彼でユダヤの地にルーツがあったりとか、いろいろバックグラウンドがある生徒です。なんか言葉で説明するのが難しいんだけど、なんかキュンキュンする恋愛ものっていう風にも読めるし、なんだろうな、その人を受け入れてその人のことを愛するってこういうことだよねっていうのを教えてくれるというか、何かの枠にはめたり型にはめたりっていうよりも、あなた個人を見てあなた個人を愛していくっていう2人の関係がとても私は好きでした。3巻で完結するので、ボーイズラブが好きな方とか時代の設定に興味がある方はぜひ読んでみてください。どの本を紹介するべきか非常に悩みどころですが、これは平家物語犬王の巻という小説で、犬王というタイトルで、去年かな、アニメ映画化した話の原作です。女王蜂のアブちゃんとかが出ていたと思うので、もしかしたら楽曲を聴いたことがある人もいるかもしれません。なんか室町時代に観阿弥世阿弥っていうめちゃくちゃ人気の能楽師がいたっていうのは日本史でやったのを覚えてる人がいると思うんですけど、彼らが台頭してくるちょっと前、世阿弥がまだまだ少年だった時に、この犬王という能楽師が時の為政者の足利確か義満にすごい可愛がられていて、でもその資料が結構少なくて、どういう人だったのか謎に包まれているっていうのが歴史だと思うんですね。なんだけど、それをこの先生が新解釈というかお話を作って、その犬王の人生はこうだったんじゃないかっていうのを
まとめた小説になっていて、めちゃくちゃ面白かったです。私は映画から見たので映画の影響も多分に受けていると思うんですけど、例えるんだったらロックンロールな話でした。なんか政治に弾圧されることもあるし、うまくいかないこともあるし、なんか当時は今と違って平民の暮らしなんてたかが知れてるなって私は思うんですけど、そんな中で自分のしたい表現をするとか、友達と思いっきり暴れ回るとか、本当の友情を見つけるとか、それでかなり映画では泣けてきて、私は大好きでした。でこれはプロメアというロボットアニメの映画が前あったんですけど、それの脚本の本ですね。でプロメアの脚本結構すっきりしていて、私は起承転結がはっきりしてる脚本が好きなので大好きなんですけど、そこに至るまで結構実は2点3点あって、なんかかなり脚本が書き換えられてるっていうのが解説されてる。すごい面白いです。ここに書いてある通り3本が入ってて、あんな素晴らしい映画で完成品を見るとまるで最初からこうでしたってぐらいパズルがはまってるのに、やっぱ物語を作る時ってこうやって2点3点あるんだなって思えるいい本でした。元気が出ました。みんな悩んでるんだなってあとはどれにしようかね。これとか。これはシオランという思想家、哲学者、私は哲学者だと思ってるんですがの言葉をまとめた本で、もうとっくに亡くなっている方の本なんですけど、想定がかっこいいっていうのはそれはそうなんですが、シオランの本はこれ含めて3冊持っていて、どういう時に読むかっていうと、もう鬱でしょうがなくて立ち直れないよねみたいなぐらい落ち込んだ時に読むと、なんだろうな、どうしてこんな始末になったのだ、生まれてきたからだって書いてある通り、極論の人なんですよ。すごい極論の人で、反出生主義的な人の、思想家の人なんですが、なんだろうな、私以上に生まれてきたことに対して不満を持っている人間がいるっていうのを見ると、逆に冷静になれるみたいななんて言えばいいんだろう。例えばお化け屋敷とかですごい怖いと思ってても、一緒に行ってる人が反響欄で泣き叫んでたら逆に落ち着くってことないですか？なんかシオランの本は大体そんな感じで、この人はとにかく生まれてきたことが嫌なんですよ。不公平だと思ってる人なんですね。私はその言ってることはなんというか似たようなことを考えることがあるのであれなんですが、でもそれに対してすごく切れ味鋭い言葉でブチ切れ続けていて、本当に怒っててずっと。私以上にそれに対して不満を持って怒ってる人を見ると逆に冷静になれるなっていうちょっとヒーリングブック的な感じでマジで無理になった時に読んでます。本棚自分の好きな幅に組み立てられるって言ったんですが、私は真ん中の本棚は上を結構大きい幅を取ってます。で下がちょっとデカめの中くらいの本が入るようにして文庫漫画っていうサイズ感にしています。で上は好きな雑誌を何冊か取っていて、大体オタ活関係なんですけど、それをちょっと紹介します。でこれも去年の夏ぐらいに買ったブルータスの鉱石を特集した回の雑誌です。めちゃくちゃ綺麗なんだよね。このページとかすごい好きだった。こう開いて飾ったりしてました。私は鉱石に全然興味なくて、持ってもないし詳しくもなかったんだけど、なんかこれを本屋さんで見かけて、こいつは素敵だと思って、見出しの文字も珍奇鉱物ってここにバンって置く度胸がすごいなって思ったりしてて、大事に取っておこうと思います。あとこっちは私の大好きなユーリオンアイスがヌメロ東京とコラボした時の本で、これはですね、本当にあるハイブランドの服をキャラクターに着せてて、確かビクトルがディオールのコートを着ていて、ユーリオンアイスは名作なのでアニメ見たことない人は見てください。12話で終わるから一瞬で終わります。綺麗だよね。上はいろんなもんがある。この辺はファンタスティック・ビーストの脚本ブックで要所になってます。これは音の夢語りの大きい版。
大きい本が売ってて、大きい版です。で、これは、イラストレーターさんの画集でいろんなイラストレーターさんが紹介されていて、で、リアルクローズっていうのがテーマで、実際に着られているおしゃれな服をテーマにした画集です。あとは料理本とか、料理本最近買わなくなっちゃったけど、一時すごい買って熟読してました。あと刀剣乱舞関係の本と、翻訳のガイドブックといろいろです。私は舞台の刀剣乱舞が好きなんですが、円盤を持ってるのはこの愚伝だけで、これは刀剣男子を元宝塚の女性キャストの皆さんがやっていて、でしかも舞台が平安で光源氏とか源氏物語がかなり濃く絡んでくる話で、絢爛豪華ってこういうことなんだなって思うぐらいキラッキラですごい好きな回でした。なので円盤を買ってしまった。超綺麗。金髪のお膳が本当に本物ですごく良かった。You hear this song, the way you got me dancing round the question, awaken all my senses. Think I have a chance, although I might be wrong. 入江明先生の漫画を2種類持ってきました。これが今連載中の北北西に雲と雪という漫画で、日本人の主人公がアイスランドに旅に出る話です。どういう話って言ったらいいのかな。なんかアイスランドの文化とか生き方とか自然の厳しさとかをすごい綺麗な絵で克明に描いていて、で主人公がちょっと特殊能力があって、車が何を言ってるか分かるんですよ、彼は。でその車と愛車と会話しながら、小銭を稼ぐために探偵のようなことをしたり、あとはそのどんどん人間関係が明らかになっていくんですけど、すごい仲のいいというか最愛の弟がいて、でもその弟がちょっと不穏な動きをしていて、人殺しの疑いをかけられていたりとか、それを真実を解き明かすとか、あとは恋愛の話もあるし、人間ドラマですね。すごく面白いです。あと、私はその国でどうやって暮らしてるのかとかが分かりやすい漫画が好きなので、彼が好きな食べ物とか、あとアイスランド人は羊ばっかり食べてるとかこういうなんか道具を細かく丁寧に描写してくれるような漫画も好きなので、続刊をとても楽しみにしています。こういう何気ないページでももうパッと見たらわかると思うんだけど、絵がすっごい綺麗で、もう一冊入江明先生の漫画で藍と灰色の世界というこの作品が私は一番好きでした。これは、魔法使いの女の子の話で、舞台は現代の日本なんですけど、結構ファンタジックでなんか魔法界みたいなものが存在してて、で彼女が、人間のちょっと悪い男の人に恋をするんですけど、それで成長していったりとか、出てくるキャラクターがみんな魅力的で、これお父さん、お兄ちゃん、主人公のランちゃん、お母さんはすごく偉大な魔女でお兄ちゃんは狼の毛皮をかぶると狼に変身できるとか、ファンタジーが好きな人は刺さると思います。これも書き込みがすごい綺麗で、なんか絵が綺麗な漫画ってまるでその世界が本当にそこにあるかのような錯覚に陥らせてくれるので、私は大好きです。こういうね、なんかランちゃんすごい小さい女の子なんだけど、魔法の靴を履くと大人の女性の姿になってっていう、ドッタンバッタン大騒ぎな感じの漫画で面白いです。完結してるので安心して読めます。好きな漫画しかないから紹介する漫画を選ぶのが本当に大変で、もう黒羊はさ、今が一番面白いを更新してくるしさ、でアルスラン戦記は銀河英雄伝説とか書いてる人が原作小説で、私は小説の最終巻を読んで泣いたんですけど、漫画は鋼の錬金術師の荒川先生が書いているという、
かなり豪華な布陣になってます。多分私軍記物とか国を作るとか王とはこうあるべきとかそういう話がすごく好きで、アルスラン戦記も多分史実のペルシャを舞台にペルシャをモチーフにしたパルスという国を舞台にアルスラン王子がいろいろ大変な目に遭っていく中、人望を得ていって超強い部下たちと一緒に国を取り戻すぞみたいな話です。読んでる人いたらさ、どのキャラがお好きか教えてほしい。私はもうめちゃくちゃわかりやすいけど、ダリューンが一番好き。ダリューンとアルスラン王子の小説の最終巻マジで泣くから読んでほしい。マギは終わり方に賛否両論が当時あったと思うんですけど、私はああいう哲学的な終わり方が好きなので、これが絶対の正義だっていう終わり方をしなかったのが少年漫画としてすごい斬新でいいなと思いました。でこの辺は和山山先生の入りきってない小説じゃないわ漫画ですね。カラオケ以降は今絶賛綾野剛さんと斉藤淳くんで映画になってます。ヤクザと中学生が出会ってカラオケで歌の練習をするっていう一見わけのわからない設定なんですけど、映画から入っても面白いと思います。めちゃくちゃ笑えるし、なんだろうな、ちょっとハートフルコメディみたいになってて、だけど扱ってる題材がヤクザと中学生っていう噛み合わない2人の話なので、結構映像化するにあたって倫理観の問題とか大変だったかなと思うんですけど、すごくいい映画に仕上がってました。の続きの主人公のさとみくんが大学生になった時空のファミレス1個も買いました。これさ、超高級時計をさ煮込むシーンがあるんだけど、すごく爆笑した。そこ多分読んでない人は何言ってんだって思うけど時計煮込むシーンがあるんです。すごい良かった。今ディスプレイしていて一番目立つのがこの呪術廻戦のコーナーだと思います。ですね、ここに原作漫画が後ろに実はバーって並んでて、でここのジャンプ本誌は私は普段アプリの配信で読んでるんですけど、これは大好きな236話が掲載されているので、236はお嬢さんと夏油さんの青春が好きな人は多分全員好きな回だと思うんですけど、すごく良かったです。こっちに挟んであるのが一番くじのクリアファイルとか、あとは円盤の特典のファイルを置いてます。ちょくちょく動画に出てくるのでちょっとしつこいかもしれないんですが、これはアニメの2期の海玉玉折という2人が仲違いする前のというか青春時代のアニメの初回版のブルーレイです。これ開封してるところの動画を昔アップしてるので、もしよかったら見てみてください。でこの辺はいろいろ一番くじのアクスタとか、あとはランダム商品のカードなんですけど、カード立てを購入して飾ってます。これはなんかね、カードスタンドとかそういうので検索すると Amazon とかで買えます。でいつ見ても我ながら天才だと思うんですが、ヌードルストッパーという座るタイプのフィギュアを2人が向き合っておしゃべりしているようにして飾ってます。このすぐるくんさ、オタクと一生目が合わないから大好きなんだよね。でここにある指輪は前の動画で紹介したんですけど、236話を経て2人の絆が永遠だったらいいなと思って私は指輪をフルオーダーしました。なんとダイヤモンドとブラックダイヤが一番小さいサイズですがハマってます。もう何をモチーフにしてるかはもう言わずもがなだと思うんですけど、もしよかったら1個前の Vlog を見てみてください。これさ、五条悟が紫っていう技を打ってる時のさ、麗しいフィギュアなんだけど、足が長すぎてね、はみ出てんの入んないからしょうがないからこのまま飾ってる。
スタイルが良すぎますね。これは最近買ったレイバンのメガネです。花粉がひどすぎて買いました。花粉グラスではないんだけど可愛いです。紫外線を浴びるとレンズの色が変わってサングラスになります。これはグッチの写真集です。置いとくだけでさ、すごい元気になるんだよね。おしゃれすぎて。後ろの背表紙の色が赤なのがまた素敵で、エンボス加工でへこんでます。装丁が綺麗な本は大好きです。中はこういうグッチのコレクションの写真集になっています。ここの棚に置いてあるものは全然統一感がなくて、しかもちょくちょく買えるんだけど、この睡蓮のポストカードと美咲の絵のポストカードはこの間モネ店で買ってきました。でこの橋の絵もモネ店で買ってきた。キラキラしてて即決で買った。この多分元の絵はそんなにキラキラじゃないんだけど、加工が綺麗で買いました。あとお母さんがくれたお守りと、これもお母さんがくれたお守りのコインとこれもお母さんがくれたお守りの石が入ってて、でこれはピエール・マルコリーニの今年のバレンタインチョコのカンカンです。中身を食べ終わったんですけど可愛いので飾ってます。これはラデュレのチョコの箱でただただ可愛いから飾ってます。こんな薄いと何か入れるっていうのも無理なんですけど、すっごい可愛くて捨てられなくて置いといてます。でこれはグッチのサングラスで、これは TWG のアイスティーのティーパックがたくさん入ってたバラエティバッグの箱なんですけど、これ自体人からプレゼントでいただいて美味しく飲ませていただいたんですが、今空箱になってて、中にはいただいたお手紙をたくさん入れています。かわいいマッチ。でも私はマッチが怖くて擦れないのでたくさん残ってます。でこのシダ科の植物は会社の人が観葉植物がたくさんあって困ってるとのことだったので私にくださいました。であと親が持ってきた沖縄のお土産、かわいい。あとシーサーも飾ってます。めちゃくちゃ統一感がない本棚で、私は逆にその色とか置いてるものとかで統一感を出すのが苦手で、でも好きなものが結構多岐にわたるので、自分の好きなものをギュッとまとめた本棚があると、さっきも言ったように統一感がないという統一感が生まれるし、本の背表紙ってカラフルだから、あそこの上の光が死んだ夏っていう漫画とかもすっごいバキバキの色で私大好きなんだけど、そういうカラフルな背表紙を生かすようなディスプレイがしたいと思っていて、あんまそんな深く考えてないけど、可愛いと思ったものをとりあえずたくさん並べてみて、自分の好きなものが詰まった空間を作るようにしています。Stayed in but felt so far away.